かけ、どういうきっかけだって、いろんなたくさんあるけども、どんどん生徒がね入ってきて、大山先生がアメリカから帰ってくるためにびっくりしてたっていう、そういうあれがあったね。あと型なんですけれども、型稽古で、特に先生は三鎮を非常に重要視してましたが、普通の三鎮ですとね、思いっきりこう体全身で体を筋肉を固めてものすごい豪の指こをしながら、演舞としては周りでその棒で叩いたりとかなんとかいろいろしてますけれども、ただ先生が初めてやられた三鎮を私見た時にはすごく驚いたんですね。あまりにもこう何て言うんですか、呼吸はそんなに深くはしてないんですけれども、切らさないような感じでこう動作がこう止まらないでっていう感じでいくんで、それっていうのはもともとはそういうものだったんですか、それとも先生がそういうふうに変えられていったんですかね。だから三振っていうものは最初言われたすごい力んでガーガー言うのは三振だけども、それを現実にね組手に使う喧嘩に使うっていう時に 100% 筋肉を固めちゃってその場でガーガーやってると、それだけで自分の体力が消耗するし、だから傍目から見たらさほど力が入ってないんだけども、一応いぶきというのは必要に応じて使い分ける。だから最初はもうびっくりさせるために「はあ」ってやるけども、あとはこう静かにもう固めた状況で動きをやる。それで現実に相手が殴ってきたり蹴ってきたりする時に初めてその固まった状態から素早く受けながら攻撃するというふうに変えたという、それはもうたまたま自分でその巷で喧嘩やった時に相手を刃物を持った時に威嚇するんでいぶきをやったらもう相手が固まっちゃって動かなかった。動かない状況の時にこっちも動けないんじゃしょうがないから、そこから正に正って動けるように変えていった。そこを自分で変えられた時に大山先生ですと何もおっしゃりはしなかったんですかね。報告したら、笑いながら「そうか」と。これ極真がさ「極東組ですか?」って聞いちゃったくらいだ。大山先生もさ、俺が言うことになんかとんでもないなんかひらめきがあったと、あるいはなんていうかな、改革があったとかたどり着いたとかって、やっぱり大山先生はそれなりに僕の技っていうものを自分と対象だからね。大山先生はがっちりしててすごいエネルギッシュだけど、私の場合はそういうところだけども実際に組手をやったら一つ一つの技が破壊力があると。それは一つの相手を倒す時の集中的な技、そこへ持っていく。だから体全体に力を分散させるんじゃなくて、必要に応じて一つのところへまとめていく。そういうのが小野先生から見てある程度できてきたのかなというふうに小山先生は思ったのかな。それと似たようなエピソードですけれども、最初大山先生構える時がこう手刀でこう構えてたのを、渡辺先生はその大山先生の指先に突然こうパーンと正拳入れてぶったたいてそしたら大山先生こう指を振りながら「いいよ」ってすごく痛かったみたいだけどな。いや自分なりにもそれなりのスピードでね、瞬間的にだって構えたこっからこれだけの感覚で大山先生の手を叩いたのはこっちの手でこうじゃないんでね、これだけでダーンと。だからこう叩いたんじゃなくて多分
こう構えてる手にこうやったのがちょっと自分たちにちょっと今できないけどね。けどそこであれですよね、その後食事しに行って、もう大山先生が「一級あれは良かったぞ」もうねでその後これからはもう組手の時には拳に握らなくちゃダメだなっていうのは。なんか拳に握ってきたね。それと僕自身がある程度の境地に大山先生がそう思われたんだろうけども、もうほとんど組手をやらなくなっちゃったね。もう全部全て僕の中しかね。だから合流流からだから安田先輩や石橋先輩や宮本先輩に聞いた時に鍵を俺渡されて聞いた時にその大山空手になるんだってそういうふうになんか言われて、最初納得ちょっと自分にはピンとこなかったけど、それっていうのはあれですね、合十流にいてはいつまでたっても一番上にはなれないから、新しい空手を創出することによってそれは後でいろいろ先輩に説明されて分かったくらいだね。僕自身はなんでというふうに思ったね。何のために俺一生懸命やってたのかなと思っていろいろこう自分なりにねびっくりしてさ、頭の中こう真っ白になったくらいだから、それで安田先輩やねじゃあ大山空手っていうのを大山先生が考えてなんとかってなんかいろいろ説明受けて、それでやっと納得したくらいだよね。鈍いんだよこれねきっとね。それであと極真空手って今試合ではつかみっていうのはそういう禁止されてますけれども、当時の大山道場では平気で道着つかんで振り回したりとかもしたわけですよね。基本的にはね、大山先生はつかむんだはっきり言った。つかむより叩いて飲むと早い。だからつかみっていうのはお客さんが来た時に派手に見せるために掴んで道着を破く、それからぶん投げる。だけども